さて、クエストマーカーなしを売りとする新たな中世オープンワールドアクション RPG が現在プレイテスト中とのことで、このゲームは買いなのか？今回はオブアッシュ&スティールの紹介を行います。こちら会話やログをもとに次の目標位置を自分の目で見つけ探索する2000年代初頭あたりの RPG を現代風の 3D に落とし込んだ作品です。中世ファンタジーということでスカイリム風ゲームでもあり、昔の作品っぽさから会話量は相当あります。戦闘面はダークソウルズ、ゴシック、ザ・ウィッチャー3の中間くらいであり、特にゴシックの影響を色濃く受けているのか、序盤は超弱々主人公です。そこにダークソウルズのような難しいバランスとウィッチャースタイルの戦闘が組み合わさり、独特な戦い方で初めは慣れず敵にボコられます。そのまずさをまず楽しみつつ、ちまちまと育成し、いずれ廃人になれるというのもゴシックスタイルです。敵のレベルは固定で弱い敵は弱いままであり、しかし時間に応じて既存の場所にも強い敵が登場することもあります。また RPG ということで選択により大きく結果が変わり、場合によってはロケーションがなくなってしまうくらいの事態も起きます。昔のコンピューター RPG の流れに沿って作られたタイトルであることがわかる内容です。ここでオブアッシュ&スティールはクエストマーカーをあえて排除した作りを売りにしており、最近結構この手の作品が続々登場しております。私自身ベセスタ作品のクエストマーカーを非表示にして遊ぶほど探索を楽しむタイプのため取り上げているというのもありますが、それにしてもそこそこの数の新作がノーヒント系を採用し始めています。そもそもクエストマーカーが表示され始めたのはベセスダ作品では2006年のオブリビオンからです。その前の2002年発売のモロウィンドではありませんでした。他にこの作品が大いに参考している2001年のゴシックという作品もマーカーはありません。はたまた我々が子供の頃遊んでいたファミコンのドラクエや FF も当然クエストマーカーはありませんでした。ではなぜオブリビオンあたりから表示され始めたのかですが、内容量が膨大になり始めたためと言えます。マーカーがないといつまで経ってもクリアできないゲームになってしまいます。それって最高じゃねと思う人は今作オブアッシュ&スティールが見事刺さる作品と言えます。しかしてメインキャンペーンクリアやサブクエストは一つ一つこなすことをまず第一に考える人もいるわけで、その割合が多いほどその人たち向けに作る必要が出てきます。特に近年はゲームが毎日大量にリリースされ、一つのゲームを長く遊ぶよりもたくさんの種類を遊びたい人も増えていることが予想されます。ネット上では昨年頃、ジ・エルダースクロールズオンラインのディレクターの人が次のように発言しています。昔ながらのテキストのみでヒントを表示するようなクエストは今や誰もプレイしようと思わないとのことです。この方はモロウィンドはお気に入りの作品とのことですが、現代タイプのゲーマーにとっては好まれないとも言っています。世の流れやトレンド、傾向で判断していることがわかります。ところがどっこい最近クエストマーカーなしのゲームが次々と登場しているのはこのディレクターの人の話と異なるじゃないかと思います。もともと The Elder Scrolls Online は読み物はスカイリムのようにたくさんありますが、目玉はハクスラ部分です。敵を大量に倒すことを楽しむゲームです。The Elder Scrolls Online はクエストマーカーなしは好まれないというだけの話かもしれません。では今作オブアッシュ&スティールや最近登場しているクエストマーカーなしを売りにしている作品は何を意図しているのかですが、様々考えられます。まず昔ながらのそういう形態を好むファン向けが第一で、第二に逆に新しい体験として受け入れられているという点があります。この作品が他に参考しているダークソウルシリーズはダンジョン RPG の派生とも言えるためクエストマーカーはありません。加えて最新作エルデンリングでは広大なマップを自分の目で見て観察し、痕跡や手がかりを見つけ道を切り開くスタイルが超高評価でした。マーカーを追うだけのゲームに対し目標を見つけた時の達成感はより強くなり、ゲームにも没入できます。何も調べずにゲーム内ヒントのみでラダゴンの像の秘密を暴いたり、3本指に到達できた人は感動もひとしおだったことでしょう。見つけるまでの道のりすべてが記憶に残る自分だけの物語になります。つまり近年のユーザーもゲームさえ面白ければテキストや会話のみのヒントだろうと好んで遊ぶわけです。受け入れ体制はできており、これをチャンスと考え原点回帰し、往年の RPG の探索の面白さと現代基準のゲームの融合を試みてクエストマーカーなし作品が続いていると考えられます。
今作オブアッシュ&スティールを実際に遊んでみたところ、誰がどこにいるかもわからず、何かを取ってきてくれと言われても自分で探すしかない。その様を見事楽しめました。はじめのチュートリアルクエストではヒントはジャーナルに書いてあるため、きちんと読んだり、そこに表示される写真を見れば難しさはそこまででもありません。本番はマップがない状態でとある街を目指すというところからです。どっちに行ったら良いかもわかりません。気の身気のままの弱々主人公が何ができるのか考えながら少しずつ道を切り開いていく。これぞオープンワールドが生きる探索の楽しみそのものです。目的地に一目散に向かうだけのゲームに対し、過程すら楽しむことができるのがマーカー非表示の醍醐味です。もちろんこれはゲームクリアを一直線に目指したい人にとっては手間でしかありません。いかにそれを感じさせない作りにするかが開発側の腕の見せ所となります。唯一今のところの難点はプレイテスト版は日本語がないという部分です。何をしたらよいかある程度英語を読まねばならず余計時間がかかります。本製品は日本語対応のため気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。リリース日はまだ未定で Steam でプレイテスト募集中となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。オブアッシュ&スティール。で、これは難易度ですね。真ん中がオリジナルとあるんでこれでいきましょうか。右はグレーシャフト。難しいと。で、どうやら初めのストーリーが40分ぐらいあると、フォーラムに書いてありましたが、今のところ日本語がないので、適当に読んでいきましょう。そう、船の上。主人公かな？船に酔ったのか？グレーシャフトというのは地名なのかな？なんかいろいろ拾えって書いてある。ここから動かせんのか？意外と早かったな。動かせるまで。タブで、クエスト？画面右に表示されてますね。誰かと話す。フィジシャンどこだ？お前がフィジシャンか？違うな。フィジシャンどこだ？フィジシャン。そうか、マーカーがないから自分で探してあるんだね。あれが怪しいな。あいつがいかにも。こいつがフィジシャンだな。あ、違うな。話してみるか。なんかたわいのない挨拶をしますね。スモーク？タバコでも捨てたのか？話したことでなんか出てきたよ。新しいクエストが始まった。目標の人物聞けますね。フィジシャンどこにいんの？知らないと。どんどんクエストが始まるのかもしれない。人に話すだけね。これ水はどうなの？泳げる？あ、泳げますね。いきなり溺れてゲームオーバーとかね、そんなことはないらしい。こっちにもいろいろ人がいるっぽいね。あっちには行けんのかな？あの船ね。フィーちゃん知りませんか？お前じゃないな。クリーチャー？なんか体を怪我したのかな？クリーチャーのせいで。シフトでダッシュ。オルトでしゃがみ。スペースジャンプ。どっちはあんのかな？ここは今、なんか陣地を作ってるんですかね。木を切ってる。ナイト。ナイトという名のモブですね、これは。先に進めば出会えるのかな？あそこお店っぽいな。話し声が聞こえますね。遠くの。なんか売ってくれませんか？ちょっと今、酔っ払って、あまり立つことはできない。胃袋はちょっと大変だ。助けてくれ。なんか鍵もらった？この鍵で、なんか開けられんのかな？なんか今音がしたけど。何の音だ？人が倒れてる。飲み物くれないか？飲み物。こういうとこある程度、登れんのかな？この崖は無理っぽいけどね。パルクールもありますね。どっか行けたりしないの？隣のエリアとかね。行けたらすごいね。これこそ自由なゲームだよ。無理っぽいな、でもな。スタミナが、やべえ。スタミナが切れた。黄色いゲージ。水の中にいると、スタミナが減って、ライフもどんどん減っていく。これいけないようになってんだ、これ。これ。まずい。溺れる。ギャー。志半ばに終わってしまった。コンティニューができない。ロードゲーム。これはインベントリか。装備品。これが能力かな？いろんなスキルとか覚えられそうだけど。これはスキルツリーか。それぞれいろいろ用意されていそうだね。クラフト関係。こっちはサバイバル関係だ。これは戦闘かな？マッパー現状なし。ジャーナルを確認。カレントクエストはこれである。これはさっきの煙の話か。タバコ。
ちょっと今はこれだな。ブランディっていうのは酒でも探すの。彼のチェストからブランディを運ぶってあるね。彼のチェストはどこにあんの？あ、これかな？あ、合ってた。これだ。ブランディ。あとアップルもあるぞ。うん、これはじっくり探さないと見つかりませんね。さあ、戦闘になりそうだが、選んだことでストレングスが上がりましたね。プラス1。これあれなのか？ボルトテックの試験みたいなものなのか？適性が今試されている。またストレングス上がった。戦闘向きのキャラクターに出来上がっていく。あ、虫がいる虫。これじゃないのこれ。ああ、これさっきから倒していたんだ。変な音するなと思っていたら、これが経験値だったんだね。なるほどね。んで、パイレーツレッグ、足をもらった。こいつの足をもらっちゃったよ。この足をどうしろと言うんだ？今私は一体何やってるんだ？これは何やんの？武器になんの？これでまさか戦えんのか？あ、コンバット。どっちはスペースバーね。うわー。戦って、ここの者たちを全部倒すことはできんのか？ああ、やばい。ライフゲージやられた。30レベルだ。お、何するんだ？レッツゴー。ああ、戦闘が始まった。勝負だ。ほら。はい、パリだ。かやろ。なぜか争いが始まってるけど。はい、やったー。倒したぞ。倒しちゃったけど。なんで？決闘だから OK なの？ああ、よかった。ファインド、エミッターズヒット。これはどっかにあるはずなんだよ。盗んだ。どっかの岩にあんのか？トールロックス。登る。どっか登る。なるほど。この上になんかありそうだね、これは。ここら辺から行ける。あ、はしごがあった。今頃気づいた。開始30分。こっちか。お、発見した。なんとかきっと、目標達成。なんかステータスが足りないから選べない項目ありますね。ここら辺は昔のコンピューター RPG とか、そこら辺に準じて作られてますね。さあ、雨が降ってますが。あ、狙われてる。うわー、やられた。一体何が？敵襲か。あ、びっくりした。ローリングピンかと思って。よし、脱出だー。うわー。ようやくここから始まるのか。冒険が。おう。ともいきや。なんかムービーが。あれ。新しいやつが。まずい。囲まれている。ああ。新たなクエスト？ちょっといろいろ話すって言われてるけど。これを調べろって言われてる？お、装備品か？テイクオール G。もう一つ全部回収。インベントリー。今は装備できないのこれ。レジェンダリー武器だ。でも呪われてんのかな？装備できないということ。装備要求値を満たしてないんだね。さらにいろいろ調べられそうだね。ナイフ。これは装備できるんじゃないか？さあ、外に出てみると、おお。景観はかなり美しいですね。クッキングフード。料理が作れる？なんか持ってんの？これがレシピかな？材料は足りない。レベルが上がったっぽいね。会話で。ステータス割り振りとかできそうだけど。アビリティ。ちょっと力頑張りでいこう。いや、スタミナとかもあるな。これ上げてみるか。スキルは1ポイント取れる。ティーチャーを見つける必要がある。これを覚えるために50ゴールド。学ぶんですかね？誰かから。これワークベンチっぽいな。今は服が作れる。チェスト。作ってみようか。ああ、自分の洋服を使って、で、新たになんか作った感じだ。より強くなったんですかね。とりあえず周りをうろついてみるか。目標もわからないし。あれなんだあれ。なんかクリーチャーみたいななんかいるよ。前方。豚もいますね。豚にクリーチャー。虫か。巨大虫。やれんのかなこいつ。後ろがなんか来たけどもう一人。あれ誰？ヤングリッパー。ほら。よいしょよいしょ。おー、やばい。やばい。つい。あー、絶対カウンターもらう。ヤングリッパー強い。どっから？あ、なんかすげえ戻された。バレルをここに運ぶのか。どこだ？ニアリストウィーディング。
これか。ここに運ぶんだ。2つ運んだけど。お、ファンタスティック。達成した。よかった。新たなクエスト。とハーバーに向かう。現状マップはないのかな。よし。今から再び冒険だ。また強敵に襲われてしまうかもしれないけれど。目標どっちだ？ハーバーってどっち？道しるべも何もない。上のあれ何？ああ、なんかいる。あわい、うわー、あわい。犬、凶暴な犬が。まずはパリだ。動きを。うわー、動きが早い。おら、ダメだ。うわ、やられる。まだやられる。逃げるか。いやー、助けてー。あー、この野郎。あー、違う、虫みたいなのが現れた。なんだ、セーブできないの？ F5 は？ああ、F5 でセーブできた。もっと早く言ってくれよ、それ。マジかよ、もう。ああ、なんだやつ。クリーチャーがなんか、糞みたいなの投げてきた。熱の化け物だ。うら、危ない。おう、回避できた。よし、そうそう、ああ。こいつの構えが独特すぎる。よいしょ。うわぁ、攻撃すればカウンターもらうし。どうすりゃいいんだ。おい、2体現れた。1体やる、1体だけは。うらあー、ちくやー。弓を入手した。これで戦えるかもしれない。うわ、ライトクリック。構えの長。うわー、向こうも飛び道具打ってきた。マジか。弓持ってる間どっちいけない？あ、シュートできるか。弓。うわ、むずい。これ、普通のエイムするゲームとは違いますね。いや、拾えないのかな、まだ。今だ。よし、決まってる。あれ？ダメージは入ってない？ああ、ダメージ入ってる。でも矢がなくなった、多分。武器買いたいんだけど。どうすりゃいいの？おお！武器そうして。武器！一番弱そうなネズミ勝てないとはね。危ない。あぎゃー！どっちにしたけど、無敵じゃないんだ。うわー！体当たり。戦闘が独特すぎる。よし。隙をつくんだ。攻撃の後がチャンスだね、やっぱり。相手の。あわー！しかし勝てそうだ。ああ、ちょっと早かった。今だ！いいぞ！よし、チャンス！ああ、回避しやがった、あいつ。いいぞ。ほら、やった。さあ、コツがつかめてきましたね。これナイフで切るとかできないの？ナイフ持ってるけど、インスペクト。おお、ミルクボトル。いらねえ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。